AI が質問者の意図を的確に理解し、従来のチャットボットでは難しい柔軟な回答を高精度で出力してくれます。年間5000万以上の労働時間の削減。よくこういうのってメールで営業来るんですけど、スルーしますけど、そうですよね。何が違うんですか、このサービスは。ありますよね。その20万円はどなたにお支払いする金額？協業先のその人材派遣の会社に。紹介をしただけでうまみがないかなっていうふうに思うので、そのテレアポでの制約率だったりだとか、どれぐらいで想定されてますか？1日かけて3件から5件取れないことはない。これを絶対に使えっていうような会社全体での DX の推進っていうところを一番頑張っていただきたいなと。多分質問の回答が全然ない気がするんですけど、逆にこのシステムって需要があると思いますか？あると思うんですけど、わからないことが多すぎるので。今回は次世代の競争力を生み出すオリジナル AI チャットボット AGI ステップを紹介します。まずはじめに、皆様もよく聞く AI はどれほどの効果があるのかっていうところを確認させていただきます。この表はシステムによって削減された時間及び経済効果です。 AI はこれだけの経済効果をもたらすにもかかわらず、未だにカスタマーサポートに大量の人員を導入したりとか、カリキュラムを確認する時間に大量の時間を要しています。実際に導入されている企業は 20% しか及んでいません。さらに企業全体の 70% が AI 導入に関心を寄せており、市場規模は2023年段階で国内で3800億円にもなっています。 AI 導入が進まない主な原因としては、開発・運用費用、学習データの整備ができていない、実績の不透明さが挙げられています。実際に AI 活用をしようとすると大量の学習データが必要になるので、デジタル化が進んでいない企業・業種・業態にはなかなか難しいとされていました。さらに実際に AI を導入しようとすると、1000万以上の開発費に加えて100万以上の運用費がかかるケースも少なくありません。つまり多くの企業が手っ取り早く効果の出る AI を待ち望んでいるっていうことですね。皆さんは的を得ていない選択肢だったりだとか、求めていない回答をするチャットボットに煩わしさを感じた経験はありませんか？このように AI は実用性とは程遠いというふうな認識が正直なところだと思います。そこでこの状況を打破すべく、弊社では AGI ステップを提供しています。このシステムでは AI が質問者の意図を的確に理解し、従来のチャットボットでは難しい柔軟な回答を高精度で出力してくれます。さらに指定した文言での出力や過去の会話を踏まえた回答も的確にこなします。まるで会社のベテラン社員のような振る舞いをし、そんな従業員が24時間休みなく働いてくれるような振る舞いをしてくれます。実際に例を見ていきましょう。これは実際のお客様の画像です。例えば従業員からの有給申請だったりだとか、パワハラに関する質問があったとします。 AGI ステップは実際の経理部長のようにシステム内にある適切なナレッジを参照して自然な会話で回答してくれます。どんなに確認がめんどくさいことや、どんな時間でも AGI ステップが全てを引き受け、社内の人間にしかわからないようなクローズな知識で回答することができます。また質問者に寄り添った回答をすることで、まるで人間が返信しているかのような振る舞いをすることが可能です。このシステムは事業における専門知識を用いた資料作成の業務効率化、商材知識を確認するロープレ、法務・労務関係の質疑応答、カスタマーサポートなど様々な場面に活用できます。実際に導入した企業ではカスタマーサポート部門にこのシステムを導入し、年間で700万円の削減に成功しました。さらに年間5000万以上の労働時間の削減、売上効果も年間2500万以上出ています。このシステムでは情報漏洩などのセキュリティリスクを最小限に抑え、大量の学習データを必要とせずに自社のオリジナル AI チャットボットを利用することができます。これにより無駄なタスクを減らし、コア業務に集中することができます。料金は開発費が50万円、システム利用料が毎月20万円、開発期間が最短1ヶ月となっており、従業員を1人雇うよりも低コストで翌月から始めることができます。さらにいつも使い慣れているアプリ上で AI を使用するので、教育コストもかからずにその日から使用することが可能です。もし会社を成長させたいとお考えなのであれば、24時間働く労働力の獲得がどれだけの効果を生み出すかは分かるはずです。皆様の素晴らしいサービスをこの AGI ステップを使ってますます事業を拡大していただきたいと考えております。現在の課題はシステムの利用企業における認知及びリード獲得です。このご縁をきっかけに和製 AI が使えるぞというところを日本だけでなく世界にも見せつけたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いします。課題が今認知と、リード獲得っていうところだと思うんですけど、今具体的にどれくらいの規模の会社でどの部署にアプローチしているかみたいなところってお伺いしてもよろしいですか？現状、年商ベースでいくと3億円以上の企業様に関して経理だったりだとか労務部門
っていうところに専属の従業員がいらっしゃる方々だったりだとか、小規模の事業者だとしても24時間のチャットボットっていうのを実装していきたいっていうような企業様および店舗様っていうところをターゲットに活動しております。認知拡大が課題ということだったんですけども、今まででその SNS を取り入れたその事例とか、それにおける課題感とかって何かあるかお伺いしてもよろしいですか。SNS における課題感でいくと、やっぱりサービスのインターフェースっていうところがないので、どうしてもユーザーからすると理解しにくい。これ何が違うんだろう他のシステムとっていうところが理解されづらいので、 SNS の戦略も少し足踏みをしているような状態なので、逆にそれに対して面白いアプローチがあればご提案していただきたいです。単純な疑問なんですけど、どうやって営業かけてるんですか？ぶっちゃけたところでいくと、リファラルがもうメインになっておりまして、ご紹介をいただいた企業様に実際にご提案させていただいて、システムを導入していただくっていうところなんですけど、正直リファラルって言っても最終的には限りが出てしまいますし、もう少しスケールさせていきたいっていう思いがあるんですけど、新規の、獲得経路というか現状の課題です。よくこういうのって、私のところにもメールで営業来るんですけど、スルーしますけど、そうですよ何が違うんですか、このサービスは。一番分かりやすい例でいきますと、従来のところでいくと、この A っていう回答に対して B っていう回答を出してほしいだったりだとか、一問一答形式が多く使われていたんですけど、今回に関しては自社のナレッジ、例えば就労規則だったりだとか、そういったところを全部読み込ませて、その読み込ませた状態でチャットボットと会話をしていただくので、普通の人間と喋ってるかのような受け答えをしながら的確な知識っていうのをアウトプットできるっていうところが、他のチャットボットに比べると優位性があるのかなというふうには感じてます。チャットボットとはもう確かに違いますけど、ありますよね。たまに営業来ますけど、喋ってないんで実際中身は分かんないですけど、はい。どのようなシステムを使われてるかにもよるんですけど、多くは RAG って言われる膨大な社内データを大きなデータベースにブワーって読み込ませて、そこから AI チャットボットのような形をするっていうのが一般的には多いんですけど、やっぱり企業様によってはそんな大量のデータ保存してないよとか、資料と資料によっては解釈が違って、ハルシネーションと呼ばれる AI がちゃんと回答をしてくれないっていうところをチューニングって呼ばれるものがあるんですけど、それにすごい開発費用がかかってしまって、かなり多くのコストがかかるのがほとんどなのではないのかなというふうには思うんですけど、今回に関してはそんな大量のデータも必要なしに、チューニングの部分っていうのがスムーズに使うことができるので、開発費用がかなり低くできてるっていうところが大きいかなというふうには考えてます。そのデータがそんなに必要がないっていうのはどういった理由になるんですか？これ簡単に言うと、自社のシステムの優秀さっていうところが挙げられるんですけど、本当は第3のデータベースのところに大量に学習をさせるんですけど、今回に関しては弊社で開発したこのシステムっていうところにインプットさせると、すごい精度が高くなるんですね。その精度の高さっていうところが、大量のデータをわざわざ読み込ませるの、言うたら無駄じゃないですか。そこがその無駄な工数を省いて開発コストを下げているっていう要因につながっていると思います。なんか結構中小企業だと、もうそもそもそんなに社内ウィキが整備されてないとか結構あるあるだと思うんですけど、どれくらいしっかり社内で整備されてれば導入できるみたいなところとかって。労務関係でいくと、就業規則さえあれば基本的には導入できますし、その就業規則に対してどういうアウトプットをしてほしいのかっていうところはヒアリングをさせていただければカスタマイズ可能です。なんか社内でちゃんと明文化されてないケースってあると思うんですけど、例えばそれをこのシステムの導入と一緒に、御社と一緒にちゃんと明文化もしつつシステムを落とし込んでいくみたいなこともできたりするんですか？できると思います。特に就業規則がないような企業様に、就業規則と一緒にこのシステムを導入するだったりだとか、あまり明文化されてないところを一緒に作りながらシステムを導入していくっていうところは一緒にタイアップできるかなとは考えてます。50万円で最初にやるっていうふうにおっしゃってたと思うんですけど、この先の展開みたいなオプションサービスみたいなのは考えてらっしゃったりするんですか？システムの能力にもよるとは思うんですけど、今はどうしてもテキストベースのやり取りになってはくるので、開発レベルを上げていって、例えば音声で入力できるようにしたりすると、例えば工事現場の人たち
が手で打てないけどチャットでじゃあこういう時どうしたらよかったっけっていうのをお伝えできたりとか、図面をアウトプットしてほしい、イメージのアウトプットだったりだとか、そういったところは企業努力でなんとかしていきたいかなというふうには考えてます。言語って基本は日本語だと思うんですが、はい、最近外国人の労働者を雇っている企業さんも増えてきているっていうところで、そのマルチ言語とかの対応とかも可能なんですか？可能です。出力のところにチャット GPT の言語モデルを使っている部分があるので、例えばインプットの部分で英語ならではの解釈ってあると思うんですよね。あとスラングの部分だったりとか、そういったところをしっかり読み込ませて対応させれば多言語っていうところも可能かなとは考えてます。それはもう基本の50万の導入っていう中に含まれるっていうことですね。あとはちょっと開発の段階でいろいろご指摘いただければ柔軟に対応ができるとは考えています。実際これをリファラル以外で売っていこうって思うといろいろできるんだろうなっていうのはすごくイメージついたんですけど、逆にいろいろできすぎるってなるとどこのターゲットにしてで結局お客さんからしても何ができるのか分かんないみたいなところになりがちかなと思っていて、今後じゃあ今からじゃあ売っていこうってなった時にどういったユースケースを押し出していって売り出していくかみたいなところって格はどこになられるんでしょうか？メインは社内の業務効率化っていうところが一番のメリットにはなると思うので、法務だったりとか経理の部分の業務効率化っていうところをやっていきたいんですけど、一点皆様とコラボレーションできるところでいくとするであれば、このシステムってフランチャイズのシステムにはなっていて、このシステム自体を一緒に代理店とみたいな販売店として1個カスタマイズして作ってもらえたりもするんですね。なんで先ほどおっしゃられたようにどこに使っていいかあんまり分かんないじゃないですか。その業界に特化された方と例えばフランチャイズ契約っていうのを結ばせていただいて、その業界に特化したサービスとしてそこから販売していくってなるとかなり業界が限定されるので、その業界の人から見たらかなり使いやすいのかなというふうには思ってます。なんかすごく育てがいがあると思うんですけど、このシステム利用料の20万円の中では具体的にどんなことをやっていただけるのかとか、現場の社員の方とどんなやり取りをやってるのかなみたいなのも教えていただいて。基本的にはシステム利用料になるので、システム利用するにあたっての20万円っていう形にはなってるんですけど、例えば使いづらさとかって出てくると思うんですよね。現場でのチューニングのところだったりだとか、ちょっとハルシネーション起こってて言ってる内容が違うよって言ってたところは随時ご指摘いただいて修正させていただくっていうサポートはさせていただいてます。逆にこういうところに使えるんじゃないのみたいな案とかいただければ、今までは社内業務っていうところに限定してされていたことが海外に向けたシステムの開発につながったりとかするので、そういう意味では AI コンサルタントみたいな感じの業務っていうところも取り扱ってはいます。今って結構チャット GPT を使われたサービスが出てきてると思うんですけども、その他社との費用感の差といいますか、お伺いしてもよろしいですか？ただ単にチャット GPT と独自のシステムに連携っていうところでしたら、正直なところ連携の部分のコストだけでいいので費用感はかなり下がると思います。ただチャット GPT にできないことをさせたい場合はうちのシステムをかまさないとできないようになってるんですね。じゃあ何のことができないかって言われると、会社独自の解釈っていうのを入れれないんですよ。例えば専門用語って社内で多分飛び交ってると思うんですよね。専門用語をチャット GPT に読み込ませてもそれがどういう解釈でどういう意味をなすのかっていうのはこのチャット GPT には分かんないわけですよ。ただそこの部分をうちのシステム挟んでもらえると、この専門用語っていうのは社内ではどういう定義なのかっていうのを読み込ませた上でアウトプットできるので、介在価値はあるのかなと。求めていない回答が出てくるみたいな経験って自分も結構あるんですけど、どれぐらい正確なのかって結構具体的な数字とかってあるんですか？体感とかにはなってくると思うんですけど、お客様からにご提供させていただいて、基本的には3ヶ月こちらが一緒に伴走してチューニングをした後に関しては今のところこの調整をしてほしいっていうのはほとんど出てはないです。チューニングっていうのはプロンプトを変えていくっていうのか、いわゆるファインチューニングみたいなところまでやるのかっていうところだとどういう？どっちかというとシステムをいじるに近いんですけど、例えばシステムの解釈の仕方が間違っていたっていう場合であれば普通にプロンプトを直せば問題ないんですけど、読み込ませた資料のデータが間違えていたっていう場合はその資料自体をちょっと訂正させていただいてもう一度上げ直すっていう感じになるんで、ファインチューニングとはちょっとまではいかないですね。その分開発費用が抑えられるんで楽にはできてると思います。そもそも多分こういうシステムを知らない方も多いと思うんですよ。例えばその総務の質疑応答に手間かかっているんで導入して人件費コストを下げたいという時に何をしないといけないんですか？お客
様に実際にしていただくことってそんなになくて、総務のどこの部分の業務を効率化したいのかっていうところをまずはお伺いさせていただいて、じゃあそれを削減するためにこちらとしてはこの業務だったら賄うことができますっていうのはお伝えはできるんですけど、一番の課題としましては AI を使ってみるっていう社内体制が整ってないことがほとんどなんですね。例えばシステムはあるけど、いやこれ直接聞いた方が早いやんみたいな感じの事例が結構あるんですよ。なんでせっかく導入したのにただシステムがあるだけになってしまうので、企業様に一番取り組んでいただきたい事柄としては、これを絶対に使えっていうような会社全体での DX の推進っていうところを一番頑張っていただきたいなと。多分質問の回答がずれない気がするんですけど、基本的にお客様にしていただくことはほとんどないかなと。そのターゲットとかってございますか？建設業とか運送業とか、その分またテクノロジーかみたいな嫌悪感もあるので、ウェブマーケティングでなんとかなるとかそういう話じゃないと思うので、ぶっちゃけたところでいくと、まだシステム自体にそんなに魅力みたいなところイメージあんまりされてないのかなっていう